今回の動画では NAMM と IR に対応しているリブトラベルリックスについて深掘りしていきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今回はこちらですね。前にも取り上げたリブトラのベルリックスです。ニューラルアンプモデラー NAMM の A2 ファイルに対応したということで話題のリブトラベルリックスですが、前回の動画では本体を分解して中の部品を確認して NAMM のネイティブ動作は物理的に不可能で専用アプリとの変換が必要だという事実を明らかにしていました。ただネイティブ対応じゃないからダメなんてことは全くないんですよね。このペダルはつまみがついているので操作性がすごく良かったり、他にもまだまだ面白い秘密と最高に楽しい使い方があるんです。しかもなんと最近リブトラの公式から最注目のとんでもない新機能が発表されました。ということで本日のアジェンダはこちらになります。プリセットと NAMM の仕様の違い、驚愕の新技術レゾナ、 PC や他機種との音質比較、レイテンシの落とし穴を回避する実践的なステレオボード構築。それでは行ってみましょう。それではまずプリセットと NAMM の仕様の違いから行ってみましょう。ベルリックスには9種のアンプと9種のキャビネットモデルがあらかじめ入っています。これの面白いところはとにかくこのアナログライクなつまみですね。効きもいいし、つまみが向いている方向の通りに直感的に効いてくれます。真ん中を指していれば真ん中の音がするし、右いっぱいに回せばマックスの音がする。最近のマルチに多いロータリーエンコーダーだとこうはいかないんですよね。つまみの向きじゃなくて画面の数字を見ながら値を調整しなくちゃならなくて感覚的にいじれないんです。ここで一つニューラルアンプモデラーをインポートする時の注意点です。自分でインポートした NAMM のファイルに対してはこのベルリックスのゲインのつまみは効かないんですよ。イコライザーのトーンしか効きません。これはなぜかというと NAMM という技術は基本的にその設定にしたアンプの音を写真のように丸ごと切り取ったスナップショットだからですね。写真を後からいじっても別の角度が見えないようにキャプチャーしたデータに対して後からゲインだけを足し引きするような処理はやってできなくはないんですけれど、本来の実機の動作からは離れてしまうんですね。じゃあ NAMM をダウンロードしてきて入れてもあんまりつまみで遊べないのかっていうと、そうじゃなくてここからが本題なんです。なんと先日2026年7月4日リブトラから突然レゾナマルチトーンキャプチャーという独自のモデリング技術が発表されました。最初から内蔵されているアンプモデルでゲインがしっかり効くのは実はこれが NAMM じゃなくてレゾナというアルゴリズムだからだそうです。このレゾナが何かというと、クリーンからサチュレーションまでそのゲインの動きをスナップショットではなく連続したプロファイルとして複数のポイントでキャプチャーする技術です。これを読み込ませることで手元のギターのボリュームを絞れば実機のようにクリーンなサウンドに落ちるし、本体のつまみに対する追従性も劇的に上がるっていう風にメーカーは言っています。独自のキャプチャー技術を持っているメーカーといえばケンパーやトーン X などのプロユースのものからムーアーとかニュー X などのミドルレンジまですでに市場で確固たる地位を築いているものが中心なんですよね。それをまだ製品ラインナップの少ない新興メーカーがアリエクで買える6000円台のペダルに購入後のアップデートという形で後乗せのエコシステムとして実装してきちゃってるんですよね。しかも独自のトーンライブラリーもこれから構築しようとしているんですね。これは市場の価格破壊というかリブトラというメーカーの開発意欲の異常な高さを示しているのかもしれません。まだまだ発展途上のプラットフォームですが、この先とんでもない化け方をするかもしれません。これについては後で試してみましょう。では実際にインポートした NAMM の品質はどうなのか実際に聞いてみましょう。ベルリックスの NAMM は転送時に変換されています。元の PC 上の NAMM と比べるとどれだけ似ているのかをベルリックスの実機だけじゃなくていくつかの機種でも比較して聞いてみましょう。比較にはこれらを使います。条件を揃えるために同じギターのドライサウンドに対して同じ NAMM ファイルを適用します。基準として PC で NAMM をかけたものとハードウェアでかけたものを比較していきます。マルチ3種はリアンプで NAMM を適用します。リアンプには IK マルチメディアの AXIO を使います。同じギタープレイに対する音の聴き比べとして2つの観点から検証します。1つ目の観点は単純に聴感的に聴き比べをしてみましょう。
2つ目は折り返し歪み、エイリアスノイズの評価です。これはペダル内の処理が追いつかなくてハイゲインにした際にキュオーキュオーみたいな不自然なデジタルノイズが乗ってしまう現象のことです。最近デジタル臭さの正体として僕の別の動画で解説していたお話ですね。こちらはギタープレイの確認ではなく測定を行っていきます。いかがでしたでしょうか。確かに6000円台という限られたプロセッサーのデジタル信号処理の性能ゆえに PC と完全に同じっていう風にはなってないかなとは思います。でも使えない音になってしまったかと言われれば全くそんなことはないと思います。このベルリックスのアナログ感のあるつまみを使って自分の耳を頼りに自分好みのスイートスポットを探すのがこのペダルの最大の醍醐味だと思います。この直感的な操作感は他のマルチの画面操作よりもずっとギタリストの感覚に近いものがあるんじゃないかなと思ってますね。続いて折り返し歪みエイリアスノイズについても評価してみましょう。ベルリックスでちょっと弾いてみた感じ、エイリアスノイズはまあ聞こえるなって感じですね。測定値としてどう見えてくるのかを比較してみます。すると結果はこうでした。
はい、評価結果はこのようになりました。今映しているのは ASR の評価結果。折り返し歪みが小さければ小さいほどグラフは下に長くなっていきます。左からゲートウェイ、PC でナムを実行した時の結果です。で、隣がベイルトンの GP50、その隣がソランのタイニーストンプ、その隣がリブトラのベルリックスになってます。右の2つは参考で、アップサンプル ×16 ってなってる方はゲートウェイをアップサンプリング対応にしたバージョンのナムオンステロイドのアップサンプリング16倍を使った時の結果で、一番右がアナログペダルで測った結果になってます。アナログペダルはもちろんエイリアス歪みは起きないので 80dB とかいうもう何にもないよっていう感じの結果になっている。アップサンプリング16倍をするとだいぶエイリアス歪みを抑えられるんですけれど、ゲートウェイ普通のままだとある程度出てるよねっていう感じ。それに対してベルリックスはよりノイズが出ているっていう感じかなというふうに見て取れますと。じゃあ実際グラフの方可視化した結果を見てみましょうということで、ゲートウェイがこんな感じ、マイナス25デシってなってますけど、こんな感じのね色の濃さ。これが隣が GP50、その隣がタイニーストンプ、その隣がベルリックスということで、やっぱりベルリックスが一番色濃いのかなって感じがしますね。この赤いところが雑音のパワーなんですけど、これが高めに出ている。もう一度比較してみると、ゲートウェイだとこのぐらいの濃さに対してピッとこのぐらいベルリックスだと出ている。この辺の色が濃いっていうのがポイントかなと思ってて、これって1キロとか、この辺が 2,300Hz から横軸が入力なので 2,300Hz からずっともうどんな高さの音が入ってきても、ここは折り返しの周波数、折り返しのノイズが 100Hz から1キロまでの間にも全然ブワーっと出ちゃってると。これって多分耳につくと思うので、これはノイズだよねって感じで、これはなんかデジタルでシュワーとかシュヤシュワーとかなんか言ってる変に聞こえるっていう風に感じるのはこの辺の成分だと思います。一応ね、最後にあと参考に綺麗だったよって言ってたさっきのやつ、ナムオンステロイド16倍はこんな感じで、この辺の耳につきそうな帯域のところがスパッと開いてるし、あとアナログペダルだとここにはもう何にもないっていう、そういう結果になりますと。なのでもう一度最終結果に戻ると、ベルリックスは普通にゲートウェイでナムを実行した時よりもいわゆるデジタル臭さというかエイリアスノイズ、折り返し歪みが多いかなっていう、そういう結果でした。さらにレゾナの音も試してみましょう。リブトラのトーンライブラリーからレゾナのファイルを落としてみます。で、レゾナだとゲインもトーンも効くし IR とも自由に組み合わせられるんで、いろんな音が楽しめるんじゃないかなって思いますね。
ついでにレゾナでも ASR を見てみましょう。トーンをセンター、ゲインをマックスにしてみて6505の ASR を測るとこんな感じでした。細かい比較はしませんが、レゾナでもやっぱり折り返し歪みは発生してるっていう、そういう結果になりました。続いて実際にボードに組み込む際に絶対に知っておくべきレイテンシーの話をします。前回の動画で取得したレイテンシーの数値をおさらいしておくと、バイパス時で 0ms、通常使用時で 6ms というこの価格帯としては非常に優秀な数値でした。ただしここで一つ落とし穴があります。このエフェクターの特徴でもあるエフェクトループ、これを使うとレイテンシーが12ミリ秒に跳ね上がってしまうことが分かっています。なぜ遅れるのか。それはアナログからデジタルへ、デジタルからアナログへといった変換プロセスが原因になります。ギターのアナログ音をペダルがデジタルに変換し、エフェクトループから外に出すためにまたアナログに戻す。さらに外部のエフェクターを通った後、再度デジタルに変換して、さらに処理をして、さらにまたアナログに戻して外に出します。この変換の往復作業が1回分増えるので、処理に時間がかかってしまうんです。しかもこのループはモノラル仕様です。なので個人的には積極的にセンドリターンを使うメリットは薄くて、レイテンシーを犠牲にしてまでここにディレイなどをつなぐ必要はないかなって思ってます。じゃあどうやって使うのが一番賢いのか。ルーティングの提案としてはこうなります。ベルリックスのセンドリターンエフェクトループは無視します。そしてベルリックスの後段にステレオマルチを直列で配置します。このつなぎ方の最大のメリットは、ベルリックスでお気に入りのナムやレゾナと IR で歪みを作り込んで、後段のマルチで高品位なステレオ空間系をかけてステレオアウトプットできるっていうところにあります。ライブの現場でキャビを鳴らす場合はモノラルで使うことも多いですが、 IR を使うっていうことを考えると、卓録だったりモニター、スピーカーだったりヘッドホンだったりでの利用時はステレオの方が圧倒的に空間が広がって気持ちよく弾けます。マルチは Zoom のマルチストンプを使ったり、同じリブトラのエーテルっていうリバーブを使ったり、いろいろ選んでみるといいと思います。ではまとめです。ベルリックスは NAM や IR といった最新のトレンドをしっかり抑えつつも、低価格で非常に使い勝手のいいつまみを備えた最高に楽しいプロダクトだと思います。センドリターン、エフェクトループについては効果的に使えると言いにくい部分もありますが、直感的なつまみで音を変えて後段にステレオの空間系ペダルを組み合わせればご機嫌な音が簡単に飛び出します。とにかく安いのに非常に遊べるアンプモデラーだなと思います。さらに後からレゾナのような独自のキャプチャーのエコシステムが追加されるなど、メーカーの熱量もすごいことになってるんじゃないかなと思ってます。買った後から新機能が増えて機材が成長していくっていう感覚を味わえるのは本当にワクワクしますね。
いや、これもう見た目重視で買ってみたんですけど、こんな風にいろいろ遊べるとは思ってませんでした。よかったです。とにかくこの機種の一番の推しはつまみの操作感です。細かい画面操作ではなくアナログペダルのような感覚でサクッと音を作り上げたい、実機のように扱える手軽なアンプモデラーが欲しい、そんな方にこそおすすめだと思っています。あくまで歪み特化のペダルですが、この操作感はかなり気に入ったので、今後のアップデートも含めてもう少し遊び倒してみたいと思います。今後レゾナのキャプチャー側のソフトもリリースされるようなので、それがリリースされたらまた遊んでみたいと思います。ということで今日の動画はここまでです。今回の動画が面白い、役に立ったと思っていただけた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。すごく励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。